ご視聴ありがとうございます。今回は都心に残る爆弾級の問題に迫ります。一見よくある鉄橋に隠された致命的な欠点と、それを解決する大プロジェクトに注目です。この鉄橋の何が問題なのか、推理しながら見てくださいね。ここは京成本線の起点である京成上野駅から5駅目、京成関谷駅です。その鉄橋はこの駅と隣の堀切菖蒲園駅の間にあります。改札を出ます。歩いて数十秒の距離にある東武スカイツリーラインの牛田駅を横目に、今回は右に曲がります。京成本線の南にある道路を進み、以前別の動画でご紹介したスカイツリーラインの堀切駅の横を歩きます。スカイツリーラインは荒川の脇を走りますが、この道路と京成本線はこの先で荒川をまたぎます。うっすら残る建設省の文字が時代を感じさせますね。この鉄橋は1931年昭和6年3月に完成したもので、同年12月も京成本線大戸日暮里間の開業当初から使われているものです。全長およそ 446.99 メートルで、そのうち中央が長さ61メートル ×3 つのトラス橋です。トラスとは三角形を基本とした構造体のことで、荷重に強いことから鉄橋ではよく使われます。船の航行を阻害しないよう、中央では橋脚の間隔を広げる目的で採用されます。一方両端にはガーダー橋と呼ばれる構造が比較的簡素なものが使われます。長さは1基あたり20メートル強で、それが左右に6基ずつあります。なお、この橋の東側には堤防を挟んで別の鉄橋もあり、これらの橋の南側には都道314号線があり、堀切橋の名前があります。ガーダー橋の左右に斜めにかかるフェンスは見るからに後付けです。作業員が列車を避けられるのは数十メートルおきにある小さな退避所だけらしく、できた当初はフェンスもないなど時代を忍ばせる構造です。京成の看板列車スカイライナーが通過です。京成本線の日中の列車は上下線合わせ1時間あたり24本、都営浅草線に直通する列車はこの先の青戸駅で押上線に入るため、それらの列車は来ませんが、飽きない光景が楽しめます。フェンスが斜めになっているので、車両の床下がそれほど隠れないのもポイントです。堤防の上には線路を横切る道路がありますが、一般の人は入れず、フェンスでガードされています。この部分は21年に改修されたもので、それまでは線路の両脇は芝生でした。橋の反対側へは、この下をくぐる必要があります。端っこの方では堤防と橋桁の間隔が狭いため、通過する列車の音がガンガン響きます。橋の下や横には大きな鉄橋ではよくある川の水位を示す表示があります。反対側の様子がこちら。京成の車両は1両あたり18メートルあり、最長8両編成で合計144メートルのため、部分的にトラス橋にかかってしまいますが、構図を工夫すれば側面全体をきれいに映せます。手前にあるケーブルは高めの場所にあるので、車体に被らないのも嬉しいですね。なお、架線を支える柱の土台のうち、今使われているのは後付けのようです。その前後には何もない出っ張りが残っており、橋ができた当時の柱が老朽化したため、後から付け替えたようです。橋ができてから92年余り、全てがそのままとはいきません。こちら側には道路の橋がないため、少し離れた場所から鉄橋を見られます。というわけで、川の向こう側へ進みます。すぐ隣に道路があるので、橋の構造を間近に見ることができます。鋼材が塗装されてから結構経っているのか、錆の目立つ場所もあります。反対側の様子がこちら。こちらも鉄橋の端で線路を横切る道がありますが、フェンスでガードされています。この部分も、先ほどの場所とほぼ同じタイミングで改修されたものです。この東側にある鉄橋がこちら。こちらもガーダー橋とトラス橋の組み合わせで、奥のガーダー橋は長さわずか数メートルです。川幅は60メートル強しかなく、トラス橋1基で済みそうな場所ですが、そうしなかったのはコストの問題でしょうか。そしてこの奥では、線路の両脇にフェンスが建てられ、列車を監視する作業員のためのスペースもあります。この鉄橋をめぐる工事は、すでに始まっています。一見よくある2つの鉄橋ですが、これらの鉄橋が抱える重大な問題は、これまでのカットにも映っています。
隣の道路や堤防から列車を見下ろせる構図、そして堤防の左右を映したこのカット。そう、この鉄橋は、周りの堤防より高さが低いのです。1970年代にかけ、地下水の汲み上げなどによって、東京東部では地盤沈下が深刻になりました。この鉄橋の周辺でも、3.4 メートルもの地盤沈下が観測されています。一方、地盤が低くなっても、川の水面の高さはそれほど変わりません。大雨などで川が増水し、氾濫するのを避けるため、堤防のかさ上げが行われてきました。この鉄橋の完成当時、鉄橋は堤防の表面より高かったのですが、その後の地盤沈下に伴って堤防がかさ上げされるうちに高さが逆転し、今のように、鉄橋が堤防の表面より低くなったのです。周辺の堤防をすべてかさ上げしても、高さが低い場所が1箇所でも残っていれば、増水した時に水が溢れます。そのためこの鉄橋は、荒川の洪水対策の上で、大きなネックになっています。そして、同じ京成の路線、押上線の荒川橋梁でも、これと同じ問題がありました。高さの低い橋梁の下は大きな船が通過するのが難しく、船が橋梁に衝突し、押上線が普通になることもありました。91年1月には、鉄橋にタンカーが激しく衝突し、上下線のレールが曲がるほどの損傷を受けたことで、鉄橋の両隣の駅の間が数日間運休になっています。このような事態を受け、翌年に鉄橋の架け替えを兼ねた高架化工事が開始されています。高架化自体は99年9月に完了し、押上線の鉄橋は堤防よりも高い場所に架け替えられ、安全性が向上しました。現在、荒川下流に架かる鉄道の鉄橋のうち、堤防の表面よりも低いのは、京成本線の鉄橋だけです。19年の台風19号では、橋桁まであと 1.2 メートルまで水面が迫り、まさに水が溢れる寸前でした。鉄橋の両端が改修されたのは、水害リスクへの対策です。あのコンクリートの部材は、堤防が低くなった場所を補うように設けられています。これは人が通るためのものではなく、氾濫の危険が高まった際、この間に大型の止水板をはめて、氾濫を防ぐためのものです。ただし、止水板の設置には数十人の人手が必要で、時間もかかることもあり、リスクをゼロにできるわけではありません。荒川が氾濫した場合、首都機能が麻痺しかねないこともあり、鉄橋の架け替えが決まりました。新しい鉄橋は、今の鉄橋の北側に架けられる予定で、鉄橋の前後の線路も盛り土から高架にするため、事業範囲は約 1.5 キロ、総事業費730億円の大プロジェクトになります。アプローチ部分の測量と用地買収は、17年4月から進められており、23年2月には現地で起工式が行われ、国土交通大臣も出席するなど、力の入れようが伺えます。ところが、堤防のかさ上げが完了するのは、2037年度の予定。14年も先です。押上線の鉄橋がおよそ7年で完成したのに比べ、倍程度の時間がかかるのは、工法を変えたのが理由です。最初の計画では、新しい橋が完成した後、線路を一度に切り替えられるよう、新しい橋は今の橋から20メートルほど北に作られる予定でした。ところが、用地取得範囲の縮小を望む地元の要望を取り入れた結果、橋の位置を5メートル近づけることになりました。これにより、用地取得面積はおよそ7000平方メートルから3600平方メートルへ、ほぼ半減できたものの、新しい高架線と今の盛り土が部分的に重なるため、線路を一度に切り替えることができなくなりました。工期の延長はこれが大きな要因で、21年12月には、当初24年度の予定だった工事完了が37年度に伸びること、そして事業費が364億円から730億円へと増えることが起こされました。他の部分の設計も変えることになったり、鉄橋の基礎を伸ばすことになるなど、コストが増えた要因は他にもあります。一方メインの鉄橋では、点検用の通路を鉄橋の内側から外側に移して鋼材を節約し、3億8000万円を節約するなどの対策も取られていますが、とても追いつきません。多くの人々の安全がかかっているだけに、早期の完了が求められます。ご視聴ありがとうございました。